CB250RSZ が壊れたので修理していきます。この動画は10倍速でお送りいたします。もともと CB250RSZ の持病として、カムカバーからのオイル漏れがあります。旧オーナーもそうですが、対策としてボルトの増し締めを行う人も多いかと。しかし、そんなことすればエンジン側はアルミのため、ネジ山がいってしまいます。私の CB250RSZ も購入時より旧オーナーから治らない持病として聞いていました。2022年になり、オイル漏れをなんとか修理しようと、ネジ山復活を試みました。で、ネジ穴でも修理しようかとヘッドカバーを開けたところ、異変に気がつきました。吸気側のバルブがなんか変。バルブとアームの接点がなんかずれてるのです。どのみちシリンダーヘッドも外すので、何気なく分解していきました。前回もここまで分解し、バルブの密閉も良かったので気にしていませんでした。今回もシリンダーヘッドの燃焼室に灯油を入れて漏れを確認してみました。すると、インテーク側からドボドボ灯油が漏れるのです。仕方ないので、バルブコンプレッサーでバルブを外してみました。これが外したシリンダーヘッド、で、吸気側が2本とも漏れてました。これが外したインテークバルブ。インテーク側でこのデポジット量、尋常ではありません。そもそも購入時からインテーク側に排気が漏れていなければこのようにはならないでしょう。そんなこと言ってても問題の解決にはなりません。そして、このバルブを引き抜くとき、1本だけ抜けにくかったのです。そう、バルブが曲がっていました。今回初めてシリンダーヘッドをばらしたのですが、非常にショックでした。このエンジンで昨年末から走っていたと思うと、ホンダのエンジンは偉大ですね。これが我が家の CB250RS 予備エンジンです。何十年も倉庫内で放置していたので、埃にまみれていますが、実動エンジンとして購入したので、使えるはず。全体的にアルミの錆がひどいので、ブラシできれいにしてからばらします。この粉塵は非常に体に悪そうです。これが予備エンジンから取ったシリンダーヘッド。吸気側のバルブは正常でした。こいつを移植していきます。で、デポジットは磨き倒します。ワイヤーブラシでガンガンカーボンを削りました。電気ドリルにカップブラシも忘れていません。このくらい清掃が終われば、とりあえず満足です。映像にはあえて残しませんでしたが、バルブすり合わせも行っています。本来はタコ棒を使いますが、手持ちのタコ棒が経年劣化で使えなかったので、ボルトの先端にシリコンゴムを貼り付け、電ドルにボルトを挟んでバルブに押し当ててバルブを高速回転させました。コンパウンドはスカールのラビングコンパウンドを使用。バルブ専用品ではありませんが、普通に使えます。で、今回の問題は解決したのです。ネジ穴も補修し、組み付ける際、試しにカムの位置を1コマ分ずらしました。インマニ側に手のひらを押し当ててクランクを回すと、今までにない吸引力。ああこれが原因だったんだ、と思った次第です。要は、吸気バルブをギア1コマ分遅く締まるようにしたので、圧縮の際の逆流が抑えられました。しかし、これだと排気工程で吸気バルブが今までより早く開くため、排ガスが逆流してしまうかもしれません。そんなリスクも考えましたが、圧縮のメリットの方が重要だと考え、今回はこのような仕様にしました。この後、全部組み付けて試走まで行いましたが、普通に走ります。普通に走るのですが、タペット音が気になります。まだまだ先は長そうです。
この手の古いバイクにありがちですが、部品の入手が困難です。純正パーツがあれば良いのですが、全く世に出回っていません。オーリング一つとっても純正品はもうありません。社外品があればラッキーなほどです。今回のインテークバルブも海外ではまだ OEM の在庫があるようですが、使えるか微妙です。やっぱり持つべきは中古の予備部品となります。今回は予備のエンジンがあったから良かったけど、今後は不安です。次にバルブが壊れたら、アリエクで見つけた全長が2ミリ長いバルブを買うしかありません。バルブギャップ調整で2ミリぐらいなら調節できそうなんで、今度試してみます。すでに商品は発注済み。バルブ破損してからあたふたしてられないので、仕方ありません。そんなこんなで、動画中の組み付けもほぼ完了です。そんな感じで、今回はここまで。So long.